皆さんこんにちは、タサン島です。今日はラタトゥイユを作りたいと思います。ラタトゥイユちょっとまだ季節的に夏野菜で作る料理なので野菜がもうちょっと高いかもしれないんですけど、今日使う野菜を全部使わなくてもできるので手に入りやすい野菜で作ってください。今日は玉ねぎ、にんにく、パプリカ、ズッキーニ、ピーマン、ナスの野菜を使いたいと思うんですけど、これは全部使わなくても、私もよくラタトゥイユ作るんですけど、季節的に他の野菜が高い時期とかたまたま家にあるもので作ろうってなると、玉ねぎとナスとピーマンだけで作っちゃうとか、全部揃わなくてもできちゃうので手に入りやすい野菜で作ってみてください。はい、それでは作っていきます。まず一番最初に玉ねぎと、にんにくを炒めていきます。切ったら炒めれるようにすぐ大きな鍋を用意してください。今日はちょっと量が多いので大きい鍋に、オリーブオイルを大さじ1杯ぐらい引いておきます。玉ねぎから切って鍋に入れていきます。まだ火はついてないです。切り方はもう本当にラタトゥイユは家庭によって、それぞれの家庭によってすごいいろんな仕上げ方があって、すごく切り方も大きくゴロゴロ切って仕上げる人もいれば、小さめに切る人もいます。角切りにしたりとかして。でこれはもう本当に好みなので、今日はちょっと大きめの角切りにしていきたいと思うんですけど、どういう違いがあるかというと、大きく切ると野菜の水分が抜けにくいので、結構水っぽいジューシーな感じの仕上がりになります。逆に小さく切ると、ちょっとこうぽってりした感じの凝縮した感じの味に仕上がることが多いです。でただラタトゥイユって野菜のトマト煮でトマトで煮ただけの料理ではなくて、結構割と味は凝縮してて、結構油分も入っているような料理なので、ただトマトで煮るだけだと結構野菜用のトマト煮みたいになっちゃうので、そこに注意しながら作っていきたいと思います。はい、ということで今日は、ちょっと大きめの角切りにしていきます。そうですね、2センチぐらいの大きさに切ります。切ったらすぐに鍋に入れて塩を一つまみして火をつけます。最初は音がするまでは強火で大丈夫です。もう一つ、玉ねぎを切ります。で今音がしてきたので弱火にしておきます。塩が入ってるので軽く混ぜてください。はい、でこのまま炒めながらどんどん野菜を切っていきます。はい、では、にんにくを皮むいて、にんにくはスライスしてもいいですし、半割りにして潰すだけでもいいですし、あとみじん切りにしてもいいです。割と細かくしてしまった方が、香りが強く出るので、自分のにんにくのどれくらい好きかっていうか、どのくらいにんにくを効かせたいかによって量とか切り方を変えるといいと思います。もちろんチューブのにんにくでも大丈夫ですけど、ちょっとチューブのにんにくは味が強いので少し少なめに入れた方がいいと思います。今日はどうしようかな。今日は半割りにして、いや、今日スライスにしようと思います。はい、にんにくを入れて、シューという音がするぐらいの火加減にして、
玉ねぎがこう透き通ってくるくらいまでは、じっくり炒めていきます。その間に、パプリカを切りたいと思います。本当は一つの鍋でまあ炒めながらトマトを最後に入れて、まあ、煮るっていうのが一番シンプルな作り方なんですけど、まあ、それでももちろんいいんですけど、今日はちょっとトマトと玉ねぎをしっかり煮詰めたところに炒めた野菜を加えて煮るっていう作り方にしたいと思います。でそのいいところはやっぱり野菜ってすごく水分が多いので、そのどんどん一つの鍋で炒めながらやっていくと、まあ今日はちょっと野菜も多いので野菜が炒まりきっていなくて水分をいっぱい含んでいるような状態のところにトマトが入って水っぽく仕上がっちゃうっていう感じになってしまいやすいので、今日は、まず、玉ねぎとトマトを、煮詰めて、で横で野菜を炒めながらそこにどんどん入れていくっていう形にしたいと思います。めんどくさい人はこの鍋の中にどんどん切ったら油を足しながらどんどん入れていって、最後にトマト缶を入れて仕上げるっていうシンプルな作り方でもいいと思います。ただしっかり野菜を炒めてあげないと本当にただのトマト煮の野菜みたいな感じになってしまうので、野菜はしっかり炒めてなるべく水分を抜いて、野菜の旨味をこう閉じ込めたところにトマトソースで軽く煮てあげるっていう感じが美味しいと思います。では隣で、野菜を炒めていこうと思うのでフライパンを用意し油を引いておきます。まあ、今日やっぱり南仏の料理なのでオリーブオイル使うんですけど、オリーブオイルがない人は普通の油でもできるので、まあ、好みで使ってください。で何の野菜から切っていくかは、まあ、ピーマンは身が他の野菜に比べて薄いペラペラの状態なので最後にします。あとは煮崩れやすいナスとか、まあ、ズッキーニとかを、まあ、全部結構野菜煮崩れやすいんですけど、そうですね、まあ、パプリカから切っていきたいと思います。まあ、綺麗に仕上げたければこういう白いところは取った方がまあ綺麗なんですけど、まあ、家庭料理なので私はいつも残ったまま種だけ取っておきます。そしてこっちの玉ねぎの方なんですけど、今、玉ねぎの方がだいぶ炒めてそうですね5分ぐらい経ちましたね。塩を一つまみして炒めてるので、その塩の効果で水分が出てきて、で玉ねぎが透明になってきたところです。このぐらいまで炒めたらトマト缶を入れて少し煮詰めていこうと思います。このトマトはフレッシュの夏場なんかはトマトも安いのでフレッシュのトマトで作っても大丈夫です。で同じようにここで水分が多いのでトマトの水分を、しっかり飛ばしたところに野菜を入れると、まあ、水っぽくない仕上がりになっていきます。ちょっと今日白い服を着ちゃったのでドキドキしながらやってるんですけど、今トマト缶入れたので冷たくなったので一度強火にして沸かしたいと思います。缶はちょっとまだ缶の中についてるので 100cc ぐらいですかね、お水を入れてよく洗って、まあ大体で適当でいいので、あんまり入れすぎちゃうと今度また水を蒸発させないといけなくなっちゃうので少しでいいです。そしてここに入れてこのトマトと玉ねぎを軽く煮ておきます。でこの時にもし、ハーブがあればハーブタイムとかローリエとか、もしくは、まあ、バジルがお好きな人はバジルでもいいしローズマリーでもいいですし、乾燥の、まあ、ハーブ類があれば、少し入れても香りが出るので、まあ、好きな人は入れてください。あとある人は入れてください。今日はタイムとローリエを入れておきます。火をつけておきます。中火ぐらいでつ
けておきます。で同じように2センチ角ぐらいに切っていきたいと思います。あ、3センチぐらいあるかなこれ。はい、では切ったら鍋に入れて塩を一つまみします。はい、で割と中火ぐらいの弱くじわじわ炒めてもいいんですけど、中火ぐらいで水分を抜きながらさっと炒めて、表面をちょっと焼き色がつくぐらいまで炒めていきます。で結構そのこってりした感じの濃厚なラタトゥイユにしたい場合は、この野菜を一度揚げてからここに入れると、もっとなんかこう時間が経っても変わらないような状態が変わりにくい、割と濃厚なラタトゥイユになるので、もしそういう風に仕上げたいなっていう人は、そういう風にここで炒めるんじゃなくて揚げるっていう形にするといいと思います。でこっちトマトソースなので結構濃度が濃いので、たまに底が焦げつかないように、混ぜてください。割と中火って言ったんですけど、中火と強火の間ぐらいでもいいですね。割とバチバチ言ってるぐらいの温度で、結構野菜が水分が多いので割と強くても大丈夫なので、中火から強火の間ぐらいの加減でジューという音がしているくらいまで温度を上げて、しっかり炒めて水分を抜いて焼き固めてあげて、煮崩れないようにするっていう感じです。でこの時にあんまりこうやって混ぜすぎちゃうとあんまり炒まりにくいので、これも野菜も、ちょっと置いて、でたまにこうやって混ぜたりこうやって混ぜたりしてまた置いてっていう感じでやると早く炒まります。でこれをやりつつこっちも見つつ他の野菜を切っていきます。ズッキーニも太さそれぞれだと思うので、同じぐらいの大きさになるように切ってみてください。本当にゴロゴロもっとゴロゴロ大きく切ってもいいですし、輪切りにしてもいいですし、切り方は自由です。で、大きくなればなるほどちょっと水分が多い仕上がりになりますっていう感じですかね。で今少し焼き色がついて、表面は水分が出てる状態です。このくらいまで炒まったら、はい、この今煮詰めてる状態なんですけど、この上に乗せていきます。はい、こっちのトマトの方の火加減はポコポコ言ってるぐらいでもちょっと煮詰めたいので少し強めのポコポコ加減で、今火加減で言うと中火と弱火の間ぐらいの火加減になっています。では油を引き直し、もう大さじ1杯また足して、今度はズッキーニも炒めていきます。全部入れたらまた塩を一つまみして、塩と油を全体に行き渡らせて、また同じような火加減で炒めながらナスを切っていきます。はい、ちょっと、トマトも少し煮詰まってきているので、一旦このトマトの方の火は止めておこうと思います。はい、だからズッキーニとかナスとかこう柔らかい
ものがどんどん先に入ったものから煮ていくと煮崩れてしまうので、ちょっと一旦ここでストップして、ズッキーニもこのくらい水分が表面に出て角が少し丸くなっていて、このぐらいまで色がついたらズッキーニも入れます。そしてナスがもう切れてるので、また大さじ1杯の油を入れて、塩をします。でこの炒める時に塩をするっていうのが結構ポイントで、ソースにバチッと味がついていて、野菜自体は何も塩をしないでやっていくと結構この塩だけで味をつけているので、野菜本来の旨味が出てこなくてちょっと味が薄いなっていう風に感じてしまうので、それぞれちょっと面倒くさいと思うんですけど、野菜に、炒めるごとに塩を、必ずして、野菜をこうぐっと旨味を凝縮させてからトマトで煮るっていう風にすると美味しく仕上がります。野菜の油が気になる人はざるで一回油を切って、でトマトと一緒に煮てもいいんですけど、油分は、少しあった方がやっぱりラタトゥイユっぽい仕上がりになると思うので、その辺は自分の好みに合わせて作ってみてください。で今ちょっとナスは水分をオイルを吸ってしまったので大さじ2杯ぐらい入れました。でナスを炒めながらピーマンも切っていきたいと思います。はい、ナスもこういう感じで軽く色がついて、しんなりして水分が、表面にこうじゅわっと出ている状態まで炒まってます。そしたら鍋に入れます。最後ピーマンですね。はい、水分、ピーマンも同じように水分がじゅわっとにじみ出ていて、軽くこういう焼き色がついている感じですね。皮の部分見てもらうと分かりやすいと思うんですけど、ここまで炒めたら入れます。全部です入ったので、トマトの方にも火をつけて大きく混ぜます。でここで全体的に混ぜて、軽く今の時点で、味を見ておきます。で私は今ちょうどいいなと思うので、野菜の料理なのであんまりがっつり塩が入ってると重たくなっちゃうので、優しい感じがいいと思うので、今結構割とその野菜ごとに塩をしてるので、割としっかり塩分感じれます。しっかりというか、ちょうどいいんじゃないかなと思うぐらい入ってます。でここで、またちょっと一体感を出すために蓋をして15分くらい煮ていきたいと思います。なので一度沸かして沸騰させてから、じゃあこのまま蓋をして、ポコポコ沸いているくらいの弱火で、15分くらい煮ていきます。で野菜によって、あとは炒め方によって野菜の水分が抜けてない場合、切り方とか、野菜が大きいとやっぱり水分が飛びにくいので、この途中で蓋を取ってみて水分がどのくらいあるかを確認してください。で今日はコロコロ小さく切ってるので、そんなに水分がブワーッと出てくることはあんまりないと思うんですけど、切り方とか炒め方によって、この途中で5分ぐらい経ったらちょっと蓋を開けてみて、水分があまりにも出ていてちょっと水っぽいなと思う場合は途中から蓋を外して煮詰めながら煮ていくっていう感じにしてください。ちょっと濃度が濃いので途中で少し
そこをよく混ぜておいてください。でこのラタトゥイユなんですけど、結構作っておくと便利で、今日は私まあまあ多いと思うんですけど、いつもよりはすごい少ない量で作っていて、結構たくさん多めに作ってしまいます。で冷凍保存もできるので、どうせこう野菜いっぱい使って切るのもめんどくさいし、作るんだったら多く作っておいて、なんかいろんな使い方をするんですけど、例えば鶏肉とかお魚を焼いてソース兼なんか付け合わせみたいな感じで一品にしたりとか、あとはパスタのソースにもなりますし、なんかこう冷たく冷やすとまた味がぐっと染み込んで、より冷たくても美味しいので、サラダの上にちょっとぽってり乗せて、で、ポーチドエッグとか半熟卵とか温泉卵でもいいんですけど、卵と一緒に食べて、ちょっとサラダボリュームがあるサラダみたいな感じで食べるとか、あとピザトーストみたいな感じでトーストの上に乗せて、それで、チーズをかけて焼く、あとドリアみたいなこともできます。ホワイトソースを作ってドリアにしても美味しいです。なので本当にいろんな使い方ができるので、時間がある時にたくさん作っておくとすごく便利な料理です。はい、それでは、今結局20分ぐらい煮た状態なんですけど、蓋を取ってみたいと思います。はい、今20分ぐらい煮てこういう感じです。でトマトのこう煮詰まり加減とかどのくらい煮込むかっていうのはやっぱり個人の好みになってくるんですけど、どこまでを目指したらいいかっていうのは、野菜とそのトマトソースが一体感が出るぐらいまでは煮た方が美味しいと思うので、そのくらいまで煮るといいと思います。なので食べてみて判断する、パッと見でなんとなく分かる人はそれでもいいんですけど、食べてみてトマトの酸味がちゃんと野菜の旨味としっかり混ざって酸味の角が取れたような味になっているかとか、野菜の中に少しトマトの旨味がこう染み込んでいるかとか、そういうところを見ながら、食べてみて、ちょっとなんかトゲトゲしいなと思ったらもう少し煮てもいいし、水分の飛ばし方も私はちょっとさっぱり食べたいから少し水分が多めでとか、煮詰まりすぎたらお水を足せばいいし、煮詰まってなかったら、もっと蓋を取ってもっと煮込んであげると水分が飛ぶので、そういう感じで自分のどういう風に仕上げたいかとか、どの辺が美味しいと感じるかによって調整しながら最後は決めてください。はい、じゃあ今日はちょっとここで味見をして、今味を見て、煮込み加減はいいなと思ったので、最後に、一つまみだけ塩で、好みなんですけど胡椒も、はい、一振りして、これで仕上げたいと思います。あったかく食べるか冷たく食べるかによっても塩分の感じって変えてもいいと思うので、冷たく食べる場合割とバチッと味をつけておくと美味しいですし、でも塩分は本当に好みなので、自分でちゃんと考えながらやるとだんだん自分のちょうどいい濃さっていうのが見えてくると思います。では盛り付けたいと思います。今日は普段だったらこのまま出しちゃうんですけど、今日はちょっとお客さんが来たバージョンみたいな感じでお皿に盛ります。でこういうラタトゥイユみたいな料理はもちろん一皿一皿持ってもいいんですけど、ボウルとかなんか大きな鉢みたいなやつにドーンって持ってハンバーグの時とかでもいいですし、ハンバーグってソースの代わりになるので、焼きっぱなしのハンバーグとか、あとそうですね、本当に日本の料理、唐揚げとかそういうのにもちょっとソース代わり兼副菜みたいな感じで食べれるので、いろんな料理に使えます。なのでちょっとこういう大皿とかに盛るとみんなが好きなだけ取って食べれるので。タイムは今から取ってきたタイムがあるので、
今日ちょっと添えて、で、オリーブオイルは結構かかってるんですけど、軽くちょっと最後に、で今日はラタトゥイユを作りました。ただのトマト煮込みにならないようにしっかりトマトも、缶詰を使う場合でもフレッシュのものを使う場合でもしっかりトマトも煮詰めた状態で野菜を煮るということと、あと野菜は割としっかり強めの火で炒めて水分を飛ばしつつ旨味を凝縮させて、それから煮込むっていう風にするとより野菜の旨味が詰まったラタトゥイユになります。はい、あともう一つ最後私大切なことなんですけど、今日ちょっと白い服で結構トマトがいっぱい飛んでるので、皆さんもラタトゥイユを作るときは黒っぽい服を着るといいと思います。分量は概要欄のところに載せておきますので、ぜひ作ってください。それではさようなら。